こんにちは、さきかです。今年もこの時期ということで、藤葵ちゃんのフィギュアを作ります。毎年作ってるんで、今回でなんと4体目。今までのはこんな感じなんですが、去年よりうまく作るのを目標に頑張ります。じゃあ早速作っていきましょう。まずはフィギュアのデータを iPad で作っていきます。今回の葵ちゃんのフィギュアは立ち絵を再現というコンセプトで作りました。なので去年とか最近の作品みたいに土台に何かを作るということはしないで、シンプルに人物を作り込んでいく感じになります。この衣装は粘土の頃に1回作ったことがあるんですよ。デジタルで作るのは初めてですけどね。作ってると前の記憶が蘇ってきて少し懐かしくなりましたね。いやー、あの頃よりはうまく作れるようになったと思うんだよな。今回は元になるイラストがあって、それを立体に起こしたわけですが、これが思った以上に大変でした。平面を立体にするわけなので、どうしても違和感だったり破綻してしまうところが出てきてしまうんですよ。なので自分でどうにか解釈してモデリングしました。まあでも大変な分ポーズとか構図は勉強になったんでいい経験でしたね。基本的には立ち絵を参考にしつつ作ってるわけですが、見えないところは 3D モデルも参考にしてます。そんな感じで見比べてたら気づいたんですが、葵ちゃんって 3D モデルと立ち絵で少しデザインが違うんですね。例えばこのパンツの左側とか、立ち絵は何もないんですが 3D だとチャックがついてるんですよ。やっぱり事前に資料をちゃんと見るのは大事ですね。チャックに関してはちょっと気づくのが遅かったんで、今回はチャックありで進めました。髪の毛は元絵と見比べつつ違和感が出ないように配置してみました。ということでこんな感じでモデリング完成。ちょっと現実での重力を考えるとポーズ的に自立するかどうか気がかりですね。髪の毛もちょっと重いかもな。まあとりあえずデータをできたんで印刷してみましょう。さあ印刷用のレジンを入れてきます。なんだかんだこの安いレジンも1年くらい使ってるな。いざ印刷。ポチッとな。今回は4回に分けて印刷します。パーツ数が30パーツなんで結構多いですね。まあ細かく分割しないと後々マスキング地獄ですから。1回目の印刷完了。今回も7分の1ぐらいのサイズで印刷します。塗装も考えるとこのぐらいのサイズが一番いいですね。印刷したパーツは水で洗っていくんですが、パーツが小さいと洗ってる時に見失いがちです。全体的に印刷ミスはなさそうなんで、どんどん他のパーツを印刷していきましょう。2回目印刷完了。いやー、これ服とかブーツ薄すぎたかな。薄めに作った自覚はあったんですが、ちょっとやりすぎたかも。3回目は後ろ髪です。それにしても大きめで印刷すると毛が折れにくくていいですね。小さく作るとサポート外すタイミングで折れるパターン多いんですよ。4回目は土台を印刷しました。今回は立ち絵再現なんでシンプルなやつですね。ちょっと自立するか心配ですけど。印刷したパーツはどんどん二次硬化させていきます。さあ全パーツ印刷完了。ただちょっと一部薄すぎて破けちゃってるところがありますね。攻めすぎたか。まあとりあえず仮組みしてみますか。おー、結構いい感じ。自立しない可能性も考えたんですが心配いりませんでしたね。髪の毛も案外支えいらなそうです。そしたら表面処理とか破けちゃってるところを修正してから塗装に入りたいと思います。破れたところには自作の UV パテを使って埋めていきます。ベビーパウダーとレジンで作るんですが、これが意外と便利。ちなみにこの作業の後 UV ライトがまさかの壊れ方をしました。俺が何したって言うんだ。さあ塗装に入っていきます。肌は疑似サフレスという方法を試している最中ですね。GX クールホワイトのおかげでちょっと良くなってきたかな。
葵ちゃんの髪の色は結構難しくて、今回はシアンとマゼンタを下地で塗りつつ紫っぽい色を重ねていきました。 VTuber の髪色とかでよくあるツートンとかじゃないので結構シビアですよね。後ろ髪は立ち絵だとそこまでシアンマゼンタの色は見えなかったので、そのまま深い紫っぽい色で塗ってます。 3D モデルだとまた印象違うんですけどね。パンツはシアン系の色で塗りました。今回は普通に塗ったんですが、キャンディー塗装でテカテカにするのもありだったかもな。ブーツはまず下部分の色を塗ってからマスキングをして上部分を塗ってきます。マスキング剥がしたい。よし、まあいい感じで塗れたんじゃないですかね。さあ、この衣装で大変なのがこのチェックなんですよ。以前この衣装を粘土で作った時も大変だった記憶があります。懐かしいな。この辺はひたすらマスキングですが、やっぱりもうちょっとマスキング上手くなりたいな。エアブラシの塗装が終わったんで、小さいところを筆塗りしていきます。葵ちゃんの衣装はベルトのバックルなどに金色が使われてるんですが、そこは普通のエナメル塗料じゃなくてこちらのペイントマーカーを使っていきます。初めて使うんですが、いい感じの色ですね。グローブのマークもしっかりと印刷できたので塗ってきます。粘土の時には確か書いたんだよな。そしたら最後にアイペイいきますか。下書きはこんな感じ。まつげの色は結構迷ったんですが、黒とレッドブラウンを混ぜて使ってます。瞳はシンプルに青系で塗ってきます。去年のフィギュアが結構小さかったんで、今回はめちゃくちゃアイペやりやすいです。グラデとハイライトを入れてみるとこんな感じかな。さあ、ということで全パーツ塗装終わりました。いやー、今回は結構時間かかっちゃいましたが、あとはパーツをくっつけていけば完成です。今後もこんな感じでフィギュアを作っていくので、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。じゃあ完成。